どうも、体験大好きひなあられです。12月24日のクリスマスイブに追加された強化個体のマガイマガトのイベクエ炎のごとく日々を力強く生きろについてですけど、この個体のマガトは通常個体と比較すると体力が約 1.4 倍ほど増加しており、特に攻撃力がかなり高くなっているので狩り応えたっぷりです。ということで今回はそのマガイマガトを体験でぶった切っていこうと思うんですけど、対策装備や立ち回り、新ため切りの当て方も紹介するので、体験使いであれば必見だと思います。ちなみに YouTube の字幕機能も対応しているので、よかったらご覧ください。それでは早速装備についてですが、まずは耳栓にアキスロ2が開いた守りを使います。2つ開いているとベターですが、1つでも OK です。マガイマガトの方向は小なので、耳栓2があれば方向を完全に無効化できるので、狩りがぐっと楽になります。こんな怖い顔してるのに意外と声小さいんですね。入れ替え技については新ため切りにしていて、マガトは隙が多いので相性がいいです。ただし今回のマガトはめちゃくちゃ攻撃力が高いってわけでもないので、月光山でも十分戦えると思います。次に防具についてですが、バルファルク一式に百竜体験です。体力 80% 以下で攻撃力に補正がかかり、巧みで白切れ味20にしており、弱点特攻時は会心率が 70% なので、ファイトのお供の強化方向と組み合わせて 100% にします。お守りのアキスロ2が1つ足りない場合は超回収を1つ削るといいと思います。それでは早速実際やっていきましょう。それでは簡単に解説もしていきます。マガトの初期位置は11だったようなのでキャンプを移動します。マガトの初期位置についてなんですけど、3パターンあって11、10、13になっていて、それぞれ確率は 60%、30%、10% になっています。エリア11が広くて近いので戦いやすいと思います。移動中にバフ飲んでいきます。で、今回はファイトのお供を連れているので、またダビ玉ぶん投げておきます。こうしておくとお供のスキルが発動しやすくなるので、会心率が 30% 上がる強化方向とかも頻繁に使ってくれるようになります。初手方向してくるんですけど、耳栓があれば関係ありません。混合で突っ込んで新ため切りを当てたかったんですけど、バレてしまったので混合をそのまま当てて離脱をしています。尻尾をくるくるしたらレーザー放ってくるので、新ため切りが当てれると覚えておいてください。頭を上下するのでタイミングの調整が必要です。体験使いの腕の見せ所ですね。10大事変ほどではありませんが、かなり体力を持っていかれるので、頻繁に体力が回復しておいた方がいいと思います。怒り方向は耳栓で無効化ですね。マガトが交代したら尻尾を突き刺してくるので、タックルで受けて新ため切りを当てています。右に避けて縦切りを当ててもいいと思います。マガトが瞬間移動したら大技が来ます。尻尾の反対方向に移動して縦切りをためマックスでやってます。今後ため切りでもいいと思います。モーション自体は多いんですけど、かなり分かりやすいので、落ち着いてマガトの行動を見て対応すればいいと思います。怒り状態の尻尾切り上げの後は次に叩きつけをしてくるので、カウンターで新ため切りなどで合わせます。睡眠講義の音がすごい鳴ってるので寝てくれそうですね。あ、寝ましたね。強化ノートをして攻撃力を 1.1 倍にして新ため切りの逃げ決まっていきます。逆恨みも隆起活性もどちらも発動してますね。この紫のオーラをしばいてやると特殊ダウンが取れます。あ、今特殊ダウン取れましたね。混合ため切りで近づいて新ため切りを当てます。タイミング的には混合マックス新ためマックスが入ります。頭の部位が壊れましたね。強化ノートで離脱をして尻尾の反対側に移動して、そろそろ穴でもはめていきましょうか。動き回ると面倒いんで線香を投げたんですけど、余計遠くに行っちゃいましたね。混乱状態になってるので全然わけわかんない方向を攻撃しますね。また紫のオーラまといましたね。剥がしていきたいところです。鬼火やられになっちゃってるので強化ノートで逃げます。そうすると鬼火に当たってダウンをしましたね。これ鬼火ダウンなんですけど、1回だけダウンが取れるんですよね。タイミング的には新ため一発入るんですけど、ちょっと逃しちゃってますね。そろそろ落とし穴の中に入れたいところなんで、ちょっと手前に行って誘導します。罠もあるので大技もらって火事場使っていきましょうか。お団子火事場攻撃力 1.35 倍で新ため切りを当ててやりましょう。1697、いいダメージ出ますね。さすが猫火事場ですね。火事場で通すつもりはないので体力回復してきます。上に大きく飛び上がったらこんな風に突進してくるので避けてから
今後ため息とかで近づきます。かなり攻撃力高いので当たったらワンパンの可能性もあります。あ、移動前の予備モーションしてますね。今回は移動されちゃいましたが、しびれ罠を使ったりとか、あとはスタンとかで拘束すれば移動せずに倒すこともできそうですね。かなり時間がロスになっちゃうんですね、移動されると。移動中に刀を研いでマフとかもかけ直します。で、リオレウスがいたみたいなんで戦っちゃってますね。せっかくなので乗っていきましょうか。総流は結構時間が食っちゃうんですけど、無敵状態でかつ確実にダウンを取れるので、使用時間が気にならない方は積極的に乗っていて大丈夫だと思います。ちょっと扱いにくいですね、リオレウス。なかなか攻撃が当てれないんですけど、まずゲージ貯めたいですね。余りました。で、大技を使ってダウンをさせていきます。最後は炎のブレスですね。確定で炎やられにできるのはありがたいですね。ダウンしてるので新ため切りを当てていきます。そろそろスタン取れそうなんでスタン狙っていきましょうか。あ、スタン取れましたね。このまま新ため切りを当てていきます。2発マックスで入りますね。そうするとお供が今こそ捕獲の時にって言ってますね。弱りマークがなくてもサインがわかるので本当にありがたいですね。抱きしめてやりたいですね。はい、いかがだったでしょうか。それでは皆さん素敵なクリスマスをお過ごしください。メリークリスマス。